私は今日ひばりが丘団地に住むお兄さんを訪ねてここの見学をするんですの。来月結婚して待望の団地生活を始める私と住代さんは事前に団地の勉強をしておこうってわけなんです。まず案内図を見ましょう。役場にマーケットに遊園地、管理事務所、いろんな施設があるでしょ。ほら、小学校もあるわ。団地は全く独立した新しい町なのね。ここが町役場の出張所。驚いた？大きなマーケットや商店街もできてるし、バスまで通ってるの。交番もあるのよ。おまわりさんがこうやってパトロールしてくれるんだから安心していられるわけね。ここは遊園地。広い遊び場があって子供たちも楽しそうね。あら、かけてくるのは兄さんちのしげるくんじゃない？さあ、一緒に行きましょう。お兄さんのアパートはここよ。74号館の208号室。つまりアパートの2階で右へ8番目のうちなの。これが我が兄上鈴木三郎とその良き妻よしこお姉さん。玄関ではまず覗き窓を開けて来訪者を確かめ、おもむろに防犯チェーンを外すという仕掛け。押し売りなんかには用心深い設備で安心ね。玄関を入るとすぐお台所よ。お姉さんこんにちは。お台所の隣は6畳の居間で洋風に使ってんの。あら、お兄さんたちテレビの他にステレオも買ったのね。すごい。洗濯機や冷蔵庫、自動炊飯器なんかも揃えちゃって感心しちゃうわ。私たちも共稼ぎで生活設計しなくっちゃ。お台所って狭いようだけど家具をうまく置いてるんでかえって働きやすくなってる。住まいの工夫ってわけだわね。そういえば居間と寝室をカーテンで仕切ったあたり、お部屋が広々としていい感じだし、部屋の調度や飾りも落ち着いててお姉さんの心遣いが感じられるわ。私たちはどんなお部屋に作ろうかな。楽しみだわ。しげるくんのお部屋はお台所の隣で日当たりのいい南向きだし、団地の近代的な美しさが見通しよ。公団住宅には流しだとか食器棚などの設備が一応整ってるんです。でもね、私たちで備え付けなくちゃならないものもあるんだそうよ。流しのくず入れやすのこのほか、トイレやお風呂場にもいろいろ気をつけて用意しなくっちゃ。お姉さんはアパートに入った時、壁の白さが目について落ち着かなかったんだそうです。カーテンやお部屋の飾り付けでは特に色の配合に気をつけなさいよって忠告されたわ。そういえば壁なんか全然気にならないわね。お姉さん本当にお上手だわ。新しい団地では
コンクリートが完全に乾くまで2年もかかるんですって。ところがよく乾燥してない壁だと、ほら、コップに冷たいジュースを入れた時、つゆがたまるでしょ。これと同じように表面につゆができるんだそうです。だから絶えず通風を良くして、家具などは壁から離しておかないと着物にカビが生えたり家具がダメになったりするそうです。まあ大変だ。換気扇を取り付けるのも一つの方法だわ。またお台所の匂いや煙を消すのにも便利だわね。それからトイレでは水に溶けやすい紙を使いましょうって。新聞紙のような硬い紙を使うとすぐ詰まってご近所のトイレも使えなくなるんだそうです。お物入れを用意したり、十分水を流すことなど共同生活では気をつけなくちゃならないことがあるのね。お姉さんはガスと換気窓についてこんな注意をしてくれました。お部屋の暖房はガスストーブが経済的でいいんだけど、気をつけて使いましょうね。入居した年の冬、あんまり寒いんで部屋を閉めてストーブ焚いてるうちに頭が痛くなってきちゃって変だなと思ってたの。ちょうどお父様が帰ってきて窓を開けてくれたんでよかったけど、うっかりするとガス中毒になるとこよね。アパートでは部屋を閉めちゃうと換気が完全にできなくなって中毒を起こしやすいそうだから、私はいつも小窓を開けておくようにしましょう。ガスや電気など便利な設備がしてあるけど、私たちがもっと注意したり工夫してこの設備を合理的に生かして使うことを考えなくちゃならないのね。その意味でお台所は私にとって一番関心のあるところです。お姉さんは毎日トラップのゴミを取って掃除してるそうです。あなた面倒くさがらないで必ずおやんなさいよ。清潔でとっても気持ちよくお仕事ができますから。そう注意してくれました。それから断水した時、水道の蛇口を閉め忘れて失敗したってお話もあるのよ。蛇口を開けたまんまお使いに行ったらそのうち水が出始めたらしいの。洗い桶がちょうどトラップに蓋をしちゃって水が流しから溢れ出して床が水浸しになったんですって。公団の住宅ではお風呂場とバルコニーしか防水してないんで、たちまち1階のお宅にまで持っちゃってすっかり恐縮したそうです。うっかり者の私には人事じゃないわ。アパートの共同生活ではお互いの責任が大切だってことね。炊飯器のスイッチを入れて私たちは夕飯の買い物に出かけます。あらあら、お台所のゴミを紙に包んじゃってお姉さんどうするのかしら。わあ、すごい音。アパートって随分反響するんだな。赤ちゃんのいるうちなんか困っちゃうわね。ドアを閉めるときにも下駄で歩くときにも気をつけなくっちゃ。共同生活共同生活。お台所のゴミはダストシュートに捨てるのね。でも団地によっては紙に包まないで捨てるところもあるそうです。紙くずは焼却炉で燃やしちゃうし、空き瓶は雑陣入れに始末すればいいんだから、確かに衛生的でいいわ。たくさんの人たちが住んでる団地だもの、みんな楽しく暮らさなくっちゃ。布団を叩いたり洗濯物の雫が落ちないようにお互いの迷惑を考えなくちゃいけないわね。
団地という新しい社会で生活するんだから、私たちもしっかりした心構えを持たなくっちゃ。この団地には管理事務所と一緒に集会所があるんです。私たちは管理事務所の方に集会所へ案内してもらいました。管理事務所では団地の問題ならいろいろ相談に乗ってくれます。集会所ではちょうど子供たちの音楽サークルが開かれていました。この集会所は管理事務所に届ければ、お料理や生け花、手芸などの講習会や PTA の集会、また結婚式場として団地の人誰でもが利用できます。隣の和室では若い奥様たちが生け花のお稽古に一生懸命でした。茂君やお兄さん、そして彼にはお休み願って、私とお姉さんでマーケットへ。このマーケットと商店街でひばりが丘団地の約3000戸、およそ1万人の人たちの生活を賄ってるんですって。日も暮れ方。一足先に帰ったお二人はもうお酒の支度らしいわ。でもお風呂ぐらい焚きつけといてくださいね。彼簡単に引き受けちゃったけど大丈夫かしら。ほらほら、気をつけてくれなくっちゃ。知ったかぶりしないでお兄さんに説明してもらいましょう。まずパイロットバーナーに点火して、次にメインコックをひねればそれでいいのよ。順序よくやれば簡単じゃないかと思ったら、まだ大切な注意があるんです。寒くなるとね、換気穴を塞いじゃう人がいるそうだけど、ガスを使う時には必ず開けときなさいよって。ガス中毒って怖いのね。この素敵な台所が来月に私のものになるんだわ。でもとっても一月なんて待ってられないわ。そうだ、今晩の夕食は私が作っちゃおう。とは言ったものの、私包丁使うのとっても弱いんだ。ほら
ら出来上がった。フレンチドレッシングが私の箱なの。お姉さん、ちょっとしたもんでしょ。お兄さん、うまくできんの？なんだか危ないな。私と彼が二人して築いていかなければならない私たちの生活。それを素晴らしいものにしていくためには、何よりもまずこの恵まれた施設や設備をどう生かして使うか、私たちはもっともっと考えてみなくちゃ。住みよい家庭を作り上げていくこと、それにはお互いに利害を一つにする団地での社会生活を抜きにしては考えられません。私たちみんなが責任を持ってこの社会的な生活態度を身につけていかなくちゃいけないのね。共同生活の中で私たちの家庭をどう築き上げるか、彼も私も自信を持って私たちの生活を作り上げていきます。